こんにちは、ウォリです。今回は塩バターフランスパンを作った時の動画です。バターとしょっぱさがマッチしたパンができました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初に生地を作っていきます。強力粉、薄力粉。水を入れ5分こねます。スタート。4分経ったところでドライイーストを入れます。生地を30分休ませていきます。おやすみなさい。30分経ったら塩を入れ5分混ぜていきます。スタート。生地が混ぜ終わりました。混ぜ終わったら生地をまとめます。ここでポイント。手に少し水をつけて生地をまとめると手に生地がつきづらくなります。粉をつけてまとめても大丈夫です。まとめたら60分発酵します。スタート。60分経った生地はこんな感じです。一度生地をガス抜きしていきます。しっかり端から引っ張り畳むことで生地のガスを抜いていきます。四つ端をしっかり引っ張って畳んでいきます。畳んだら軽く生地をまとめていきます。ガス抜きできたらまた型に戻し30分発酵させます。スタート。生地が完成しました。生地ができたら12等分に分割していきます。今回は約 50g に分割していきます。塩バターフランスパン、私大好きなので12個と多めに作っちゃいました。バターと塩のしょっぱさでついつい何個も食べてしまうんですが、カロリーやばいですよね。さらにあんこをサンドすると美味しいのですが、ますますカロリーやばいですよね。生地が分割できたら俵型にまとめていきます。閉じ目はしっかり閉じます。成形しやすいように四角い俵型にまとめていきます。両端も閉じ目を閉じた方が生地の形が良くなるかなと思い閉じてみました。小さい生地なので分割した時に細々とした生地をくっつけて分割したものが俵型にするのが難しかったです。生地をまとめたら20分レンジタイムを取ります。おやすみなさい。生地を休ませたら成形していきます。生地を綿棒で涙型に伸ばしていきます。ここでポイント。生地を伸ばすときに片方を少し引っ張りながら伸ばすことで涙型に伸ばすことができます。伸ばしたら太い方に棒状のバターを乗せて巻いていきます。巻くときは引っ張ると発酵したときにちぎれてしまうので優しく巻いていきます。
バターを乗せた時に生地でしっかり包んでおくと、焼けた時にバターが生地にしっかり溶け出して美味しくなります。軸にもなるので巻きやすくなります。今回無塩バターで作りましたが、有塩バターでも生地に巻くものなら大丈夫です。バターはだいたい同じ大きさに棒状に切っておき、使うまで溶けないように冷蔵庫に入れておきます。成形できたら30度30分発酵していきます。スタート。発酵できたら霧吹きで水をかけ、塩をパラパラとかけます。一つのパンに対して一つまみ程度かけていきます。230度で18分ほど焼いていきます。スタート。きつね色に焼けたらバターたっぷり塩バターフランスパンの完成です。